皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクト公式設定上危険度 S 級キャラたちについて解説していきますよ。一体どんなヤバい奴らなのかすごく気になるぜ。もし出会ってしまったら絶対に引き返した方がいいキャラばかりなので今のうちに学んで対策を知りましょう。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションに繋がるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに、東方プロジェクトの危険度は誰が決めたのか紹介しておこうと思います。東方プロジェクトの危険度を決めたのは制作者にして神主であるズンさんではなく、幻想郷の人間の里にある名家稗田家の当主であり、9代目後アレイの子稗田9。普通の人間とは逆に珍しい。妖怪に対抗する手段に乏しい人間が妖怪の弱点や対策法などの知識を広めるため、稗田はじめが編纂を開始したのがこの幻想郷演義です。阿久はこの幻想郷の妖怪についてまとめた書物幻想郷演義を編纂するため、1000年以上前から転生を繰り返していますよ。あんたも年齢詐欺師だったのかよ。しかし、最近では妙蓮寺や白霊神社のような妖怪たちにとって住み心地のいい場所ができ、平和になってきたので結果、妖怪の弱点対策法まとめというスタンスは維持しつつも、妖怪の私生活に踏み込んでみたり、逆に妖怪の自己アピールを取材するといった、至って平和的な妖怪紹介本ができていますね。そんな幻想郷演義に書かれる危険度 S 級妖怪たちをご紹介していきます。まずはじめに紹介する危険度極高キャラは風見優香。危険度だけではなく人間交流度も最悪とのことです。もはやラスボスやないか。一体どんなえげつない妖怪なんだ？阿久曰く、花の妖怪というよりは自然の権化みたいな存在で、妖精とは異なり、一般的な妖怪とは危険度が桁違いに高い妖怪と紹介されています。優香は旧作から登場していて、東方キャラとしては珍しく頭に帽子や飾りなどをつけていないのが特徴ですね。その傘は紫外線を大幅にカットするもので、雨や弾幕も防げれるのです。この傘については、優香本人は幻想郷で唯一枯れない花と言っていますが、実際に花なのかどうかはわかりませんね。また彼女は、幻想郷を一年中どこかしら花が咲いているところへと放浪している妖怪でもあります。ここだけ聞くと可愛らしいよね。季節の花が大好きで、春は春の花、夏には夏の花、秋には秋の花、冬には少ないながらも冬の花を、一年中花が咲いているところを目指して移動するようです。これといって目的意識もなく、花を楽しみつつ寝たり起きたりを繰り返しています。ただし最近は花の近くから動くことが少なくなったと言われています。一体どうして動かなくなったの？長く生きている妖怪はあまり活発に動くことはないようですね。ああ、だからサイコさんの妖怪である八雲ゆかりはほとんど寝ているのか。そして幻想郷の妖怪は長く生きれば生きるほど力がある傾向があり、優香は閻魔様から長く生きすぎと叱られるぐらい生きているので、間違いなく力は化け物級。優しそうな顔してどんなに怖いんだよ。ラベンダーのような素敵な笑顔ですもんね。ひまわりだよね。また風見優香は花を操る程度の能力を持っていますが、どこまで操れるかは不明ですが、花を咲かせたり、ひまわりの向きを変えたり、枯れた花を元通り咲かせたりすることができるようです。とはいえ、他の強力な妖怪に比べればこれはおまけのようなもので、まともに戦闘に使えるものではないとのこと。優香の進化はその純粋な揚力身体能力の高さにあり、高い基本能力を誇る妖怪らしい妖怪だそうですね。情報によると50メートル走で5秒台を叩き出したとか、学校で一人はいる化け物。また弾幕ごっこも非常に強いようで、阿久曰くあまりの美しさに息を飲むほどと言っています。弾幕ごっこは美しさを競うものでもあるからな。マイペースな気分屋で、基本的に一人でいることを好みます。しかし人間妖怪問わず邪魔が入れば絶大な力によって問答無用に滅ぼしにかかるようです。絶対にユーカリンにちょっかい出しちゃダメだ。まあ、自分の好きなものを邪魔をされたら確かにそうなりますよね。そして、人間や妖怪と戦うことに恐怖を全く感じておらず、人の精神を逆なでることが大好きなようで、妖怪らしい危ない部分も持ち合わせているのは確かですね。私もユーカリンに精神を逆なでられたいです。ここにも S 級妖怪がいました。しかしその養分を犯されない限りは紳士的で礼儀正しく、たまに人間の里に買い物に行っては笑顔で挨拶を交わすこともあるようです。おいおい、優香って確か、人間交流度は最悪じゃなかったのか？そうなんですよ。非常に謎な部分なんです。おそらくですが、一人や少数が好きな優香は阿久に頼んでそう書いてもらったんじゃないですかね？そうか、阿久の立場上、危険度の高い妖怪ということでそういう風に書いたと思われます。なるほど、その可能性が高そうだな。また、幼い妖怪や通りかかったものに忠告するなどおせっかいで親切なところもあるようです。
目撃情報では太陽の畑で見かけたら笑顔で振り向いたそうです。また悪は強い者は、大抵笑顔でいると言っていました。確かに、本当に強い人ってニコニコしてるよな。対策としては普通の人間では退治は到底無理なのでおとなしくしておくことと書かれています。幸いつまらない戦闘はしないので、こちらから攻撃を仕掛けたりしなければ問題はないとのこと。勇家の場合はただ力があるだけではなくてそれをむやみに振るうことはなく、紳士的に振る舞うところ、真の強さが際立っていますね。小物の妖怪ほどむやみに襲ってくるようだしね。それでは次に紹介する危険度 S 級キャラはスカーレット姉妹。幻想郷でもかなりの数のキャラクターを構成要員として持っている勢力の高魔漢の主とその妹か。内部が洋風であったり、純粋な魔に属する妖怪が主人を務めるなど他の施設にはない特徴を多く持っていますね。そんな幻想郷のバランスを揺るがす高魔漢組の主人というとレミリア・スカーレット。姿と考え方は幼いんですが、実際は500年以上生きている妖怪。あまり語られませんが、高魔教にて、高魔漢のメイド長いざよい昨夜に死体の掃除をさせていると言っているので、人間を殺すことなど造作もないことなんでしょう。霊夢に本気で殺すわよとも言っているしな。フランドール・スカーレットもおそらく人肉の甘さ控えめケーキと紅茶を飲んでいることから殺すことに抵抗はないでしょう。そのフランドールの言ったケーキを実際に作ってみた家庭科の授業もあるので見てみてね。そもそも何でも破壊する程度の能力とかいう危険すぎる能力者だもんな。また吸血鬼なだけに人間の血を好みます。血を吸い尽くされた人間は、死ぬことも幽霊になることも叶わず、ゾンビとなってしばらく動いた後に日光で消滅するようですね。血を吸い尽くされたらゾンビになるなんて怖すぎるぜ。そして、レミリアやフランのような吸血鬼は驚異的な身体能力と魔力を誇り、樹齢1000年を超える大木を片手で掴んで持ち上げ、瞬きする時間で人里を駆け抜け、一声かけるだけで大量の悪魔を召喚し、自らを大量のコウモリに分解し、さらには霧状にまで細かくしどこにでも入り込み、頭以外が吹き飛ぶ怪我を負っても一晩で元通りになるというのです。実際に、東方暴月症ではレミリアの手が丸焦げになっても一瞬で元通りになっていました。もはや蓬莱の薬なんていらんやん。ちなみに、位の高い悪魔を大量に召喚できるのにもかかわらずメイドとして雇っているのは妖精です。わざわざ位の低く、あまり頼りにならない妖精を選ぶところがレミリアの紳士的な部分がわかりますね。最強姉妹の対策としては多くの弱点を抱えている業界ですが、生半可なことで刺激すると簡単に消し飛ばされてしまうそうなので、下手に弱点をつかないことですね。吸血鬼は日光や銀といった弱点が多くあるんだよな。しかしそれらは真の弱点のカムフラージュに過ぎないとパチュリーは考察しているので、あまり刺激しないのが身のためでしょう。この姉妹は見た目とは裏腹に間違いなく危険度 S 級だよ。可愛さも S 級なので見た目に騙されないように。では次に紹介する、危険度 S 級キャラは西洋寺ゆゆ子。ゆゆ子は幽霊の頂点なだけあってヤバそう。ヨーヨー無で起きた異変の主犯者であり最後の6面ボスの西洋寺ゆゆ子です。冥界にある迫力楼に住む西洋寺家のお嬢様だよな。1000年以上も亡霊のままという極めて珍しい長寿の亡霊です。人を恨むこともない上に幽霊の統制を取ることができる能力が変われ閻魔様から幽霊の管理を命じられていますよ。このあまり語られないゆゆ子の能力が恐ろしすぎるんだよな。いつも本としているゆゆ子ですが、どの作品でも異変の元凶を誰よりも先に掴んでいたりと底の知れないすごい人なんですよ。例えば東方心霊病ではなんとまさかの一面ボスとして登場したのですが、この異変でも、ゆゆ子、神社で有効利用したいのね。私にもわからないわ。霊は霊でもお寺の墓地に集まっていく心霊のことなんて、何か、厄介な奴が復活しそうとか、お寺の裏の墓地に秘密があるとか考えていないわ。といったようにとぼけたふりをして今作の時期たちに異変の元凶を教えているんですよ。とぼけたふりしているところゆゆ子様らしい。危険度は極高認定ですが人間交友度は高く、朝食を忘れるぐらいのんきな人でもあるんですよ。ほう、じゃあどうして彼女は危険度極高認定されているんだ？それは前回でも紹介した通り、能力があまりにもカオスなんですよ。ゆゆ子の能力はなんと資料を操る程度の能力。こちらは文字通り抵抗なく生物を殺す能力です。注意、完全に壊れてるじゃん。ただし能力は即死させるのか死に誘うものなのかわからないのです。しかしエイヤ賞にて不老不死の模倣を何を思ったのか殺そうとしたので、ドラクエのザラキのように即死の方だと思われます。またゆゆ子が模倣を殺そうとした時に衝撃を受けていたことからほとんどの種族を殺めることが可能と思われますね。蓬莱人の一気もにビビっていたのかもですが、またこの能力の真の恐ろしさは、先ほど紹介した能力によって殺された者の幽霊はゆゆ子の支配下に置かれ、成仏することができないとのこと。成仏できないっていうのがやばいな。まあゆゆ子の手下ならありかもしれませんが、確かにね。対策としては普通にしていれば出会うことはありません。しかし死んだ後は必ず彼女の姿を見ることになるようですが、もしも怒りに触れると恐ろしいことが待っているとのこと。魂魄用無の刀で輪廻転生を断たれ、また幽霊を管理するゆゆ子によって地獄落ちにされるという非常に恐ろしいコンボがありますので、
彼女を怒らせるのは危険。恐ろしすぎる。絶対に下手に刺激したらダメだな。そして何よりもユユコが危険とされるのはその捕食量。映画ショーではミスティアローレライを食べたことがあるかのようなことを言っているんです。二次創作ではワカサギ姫、ニワワタリクタカといった食べ物系キャラを美味しくいただくことも、彼女を野放しにしていると生命体が食い尽くされてしまうかもしれないと言われているんですよ。いや、ビル上やないねん。それでは次に紹介する危険度 S 級キャラは、イブキスイカです。イブキスイカは可愛いらしいロリっ子ですがなんと鬼の妖怪です。鬼の妖怪はとてもお酒好きで、スイカもシラフだったことが何百年も前というほど大のお酒好き。シラフがどんな感じか見てみたい。このように酔っ払ってない瞬間がないくらい、ずっとお酒を飲んでいます。言動も子供っぽく、それでいて酔っ払いなので、妖怪にしてはフレンドリーです。気に入ったものに対してはね、鬼として絶大な力を持ち、その実力は最強妖怪の一角と言われるほどです。東方暴月賞時点では霊夢の中では力は一番のようです。なんと本人曰く一人で妖怪の山を崩せると言うんですよ。妖怪の山は富士山よりでかいと言われているので、その破壊力は想像するだけでも震えますね。嘘だろ。あんな可愛らしい見た目でそんな破壊力を持っているのかよ。また強者揃いの妖怪の山の上司でもあり、現在でも一声かければ従わせることが可能なんです。引退してもなお命令できるってどんなに恐ろしい鬼上司なんだよ。東方奇想天では白霊神社が壊されて修復を手伝ってあげたりと優しい面もあり、その時に妖怪の山の連中を呼び出して手伝わせていました。蜜と素を操る程度の能力を持ち、物理的なものから概念的なものまで、あらゆるものを集めたり散らしたりすることができます。宴会好きなスイカは、この能力で人間や妖怪を集めてお祭り騒ぎを起こし、当の本人は体の密度を下げて霧となり、すべての宴会に参加していたなんてこともありました。そしてスイカの真骨頂が、その能力を用いて行う巨大化。これを使えば確かに山も破壊できそうではあるな。現在でもそれだけの権力と力があることから危険度は文句なしの S 級。そもそも鬼という種族はあまりにも危険。幻想郷最強の人間の敵とも書かれていて人間をさらうことを生業としているようです。アキューが対策として推しているものはイワシの頭です。ああ、節分の日に鬼が来ないようにするためのあれか。でもそんなんで本当に効果あるのか？イワシの頭も新人からってことですよ。それでは次に紹介する危険度 S 級キャラは蘇我のトジコ。どういうこと？トジコって危険度 S 級なの？そう、彼女は危険度極高認定されていたのです。豊里耳の巫女に仕える豪族で、モノノベノフトと共に幻想入りしました。ちなみにモノノベノフトは危険度低になっています。採用時ユユコ以来となる亡霊という種族に属しているのです。しかしユユコと違って普通の足ではなく、二股に分かれた幽霊風の足となっています。見た目とカラーリングからセクシー大根は彼女の鉄板ネタ。そっくりやないか。なぜ彼女が危険度 S 級かというと、人間に対する恨みを持っていて性質はいわゆる怨霊だから、怨霊は人間にも妖怪にも危険な存在なんですよ。人間はなんとなくわかるけど、なんで妖怪も危険なの？妖怪は肉体は強い代わりに精神が弱く、幽霊に取り憑かれると乗っ取られるか、消滅するので妖怪は幽霊に滅法弱いんですよ。なので、先ほど紹介したユユコや幽霊を操れるオリンはかなり強い。また東方愚問九呪によると柄が悪く短気だが情に脆いようです。そんな性格から彼女が巫女から召喚された時言った、やってやんよが名言になっていますね。また目的のためなら手段を選ばない性格のようで、当時はフトの一族を滅亡にさせたことがあるようです。そのこともあって純粋なフトがトジコの視界線を阻んだことで幽霊になったのね。そして危険度を後押しするもう一つの理由が彼女の能力の雷を起こす程度の能力。雷を落とすというのは怒りの塊である怨霊にありがちな能力だそうですが、力量差があって小さな怨霊はせいぜいゴロゴロと音を鳴らす程度。恨みのレベルが上がるとバリバリと音が上がるのですが、大怨霊になれば実際に雷を落とせるようになり、彼女は自分の周りに雷を落とすことができる、そこそこ格の高い怨霊のようです。なるほど、この能力が彼女を危険度を後押しするものとなっているのか。対策としては、幸い彼女の恨みはほぼ消えてきているようなので、あまり刺激しないようにとのこと。視聴者さんは巫女との関係についてとか絶対に聞いてはダメですからね。絶対に聞いてはダメですからね。いや聞いてって言ってるようなものじゃん。それでは次に紹介する危険度 S 級キャラはコメージ悟りです。は？コメージ悟りも危険度極高だったの？確かに悟りというと性格はものすごくいい人。スイカも性格はおとなしいし物腰は柔らかくていいやつと言っています。母親のような寛容さと優しさを持ってペットに接していて、自分のペットが悪さをするはずがないというほど信頼しています。じゃあなんで悟りは、こんなにも危険視されてるんだ？その理由としてはやはり彼女の能力である、心を読む程度の能力が原因なんですよ。視聴者さんも心を読まれると嫌なことってありますよね。例えば霊夢部長可愛すぎて結婚したいとか、霊夢部長とあんなことやこんなことしたいみたいなこと。私心は読めないけど、そんなこと考えた人絶対0人。アキュー曰く心を読めることは丸裸で
話し合うということではなく、会話がまるでできなくなるということを意味するとのこと。隠し事ができないので彼女に逆らう者はいないことになるんです。しかし、彼女は旧地獄にある知恵でに引きこもり完全に他人とコミュニケーションを放棄しています。非常に興味深い話があり、妙蓮寺のリーダー白蓮はそのコミュニケーションを放棄した悟りが心を閉ざしていて、心を読むことができる第三の目を閉じてまで人とコミュニケーションを持とうとした妹の小石が心を開いていると考察しています。おお、面白い考え方だな。さすがは妙蓮寺の住職なだけあるぜ。そんな経緯から現在箱石は妙蓮寺のメンバーとなりました。話を戻して対策としては、下手な策を打つより開き直った方が安全とのこと。また引きこもっているのであまり強くないと予想されるようです。能力があまりにも最強だから身体能力はあまり必要ないしね。次は村佐船長こと、村佐南津ですね。村佐は水難事故で命を落とした例なのですよ。未練であの世に行くことができず、次々と船に乗っている人間を道連れにしている船幽霊です。ですので、彼女の能力は水難事故を引き起こす程度の能力。なるほど、能力が対人間型に特化した恐ろしい妖怪ってことか。そう、人間を殺めるそれ以外の目的がない純粋な妖怪です。しかも対策はほぼなし。なぜなら生活に水はつきものなのでほぼ対策は不可能。水難事故は幅が広く、釣りをしている時や温泉に入っている時でも起こすことが可能。水難事故の幅が広すぎてやばいな。とはいえ、村佐はまだ人間に理解がある方で、その理由は妙蓮寺にあります。そこでいろんな人の話を聞くことができ、彼女を変化させたと思われますね。霊夢たち主人公が会った時も、言葉遣いもかなり丁寧だったもんね。そう、船に乗り込んできた主人公たちにも丁寧に対応し、負けても悔しさをあらわにしない、その中のこちやさないが神様であると知ると騙して申し訳ございませんでしたと謝るなど、私たち人間も見習いたいほどの人柄のいい妖怪、緑蓮に対しては常に敬語で話していますね。また、村佐の性格は明るく話し上手らしいぞ。そうです。対策としては生活に水はつきものなので常に気をつけるしかないとのこと。最近では神社でも水難事故があったようです。では次に紹介する危険度 S 級キャラは、東方地霊殿の三面ボスにして、体操服のようなファッションの星熊遊戯です。山の四天王鬼の四天王と呼ばれた鬼の一人で、スイカも四天王の一人であり、大昔は共に妖怪の山に住んでいたようだぜ。元ネタは、四天童子配下の四天王の星熊童子からだと思われます。スイカとはとても仲が良く、四天王は皆仲がいいらしいですね。前回紹介した通り幻想郷でもトップクラスの実力を持つ天狗の社名丸文やカッパのニトリも過去に妖怪の山で鬼を頂点とする社会があったためやけにペコペコしています。未だに頭が上がらないなんて相当おっかない上司だということがわかるぜ。今は地底旧地獄の旧都に住んでいますね。旧都とは地獄の縮小の際に切り捨てられた大都市であり、現在は荒くれ妖怪たちが勝手に住み着いて町を築いています。鬼は仲間意識はあるのに独立独歩の精神が強く仲間がどこにいるのかを知らないらしいです。確かにどの鬼も独立して動いているよね。彼女は異常なほどの火力を持つと言われていて、足を踏み鳴らすだけで近くの建物が破壊するほどだと言われています。それゴジラより強くない？同じ鬼の伊吹スイカによると、自分よりも呪術的な力は弱いが、肉体を使った力は強いかもと言ってます。対策としては最初から無視されるように振る舞おうとのこと。それ対策になるの？それではラストに紹介する、危険度 S 級キャラは東方神霊廟ステージ3のボスとして妙蓮寺の墓場奥地に登場した都吉香です。彼女の種族はキョンシーです。キョンシーは中国の死体妖怪の一種で、硬直した死体であるのに、長い年月を経ても腐乱することもなく、動き回るものだぞ。術師に蘇生させられた、日本古代の人間の死体、つまりゾンビですね。彼女にも操り主がいて、四面ボスの邪戦と恐れられる覚醒画です。邪戦の覚醒画の危険度はどうなんだよ。ギリギリ高となっていますね。おそらく人間交流度が極高認定されているからでしょう。可愛い男の子大好きだもんね。そして吉川は特に理由もなく襲いかかってくるので要注意。痛みを感じないためほとんどの攻撃は無効だそうです。ダメージを与えていてもひるむことはないってことか。それは厄介だな。しかし行動は遅いので逃げることは簡単なようです。ですが万が一噛みつかれてしまった場合手遅れだそうです。一時的だとしても、キョンシーとして醜態を晒してしまうでしょう。さらに、彼女は無意識に食らいつき、自分もキョンシーの仲間増やしに協力してしまうかもしれないのです。まさにゲームのバイオハザードみたいになってしまうってことか。アキューもそれだけは避けなければならないと言っていますね。さて以上が幻想郷で危険度 S 級とされるキャラたちですね。ただ強いだけではなくて、能力や権力といった見方で危険度を決めていたりしているからすごく面白かったよ。幻想郷演技は東方神霊廟までなので、それ以降のキャラがわかりません。またどこかで東方鬼神城以降のキャラで S 級たちを考察していこうと思いますよ。うわぁ、めちゃくちゃ気になるよ。見逃さないためにも今のうちに我がスクールに入部しておくといいですよ。それでは今回の授業を終わります。視聴者さんが怖いと思った危険度 S 級キャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。